はいどうも。今回は、こちら。大きいのではみ出てしまっていますが、ジャンクサーキュレーターを修理します。メーカーは3アップ。型番が CFT2212 ですね。分かっているジャンクニーは動かないのみになります。映りきっていないので簡単になりますが、外観を確認していきます。まず正面ですね。破損はないですね。この辺にボタンがあります。これ後で見てみます。左側、破損はないですね。これもリモコンついています。磁石で貼り付くんですよね。これ便利ですよね。背面、破損ないですね。コードも特に破損はなさそうに見えます。左側、破損ないですね。で、上面、こちらも破損ないですね。で、底面、破損なさそうには見えますね。正面下部にあったボタンを見ていきます。右から電源ボタン、風量調整、左右、なんかすごく動きそうなボタン、オフタイマーですね、多分。で、人感センサーですね。これもセンサーありますね。で、リモコンの受光部。こちらリモコンですね。リモコン今簡単に動作確認できるので動作確認しておきます。すべてのボタン大丈夫ですね。リモコンは問題ないです。次に動作確認をします。とりあえずコンセントがショートしてないか見ておきます。大丈夫ですね。コンセントのスイッチを入れます。電源は入りますね。電源ボタンを押してみます。インジケーター光ってますね。でも動いてないですね。風量も変わらないです。左右。左右は動くんですね。なんかすごいマーク。おお、角度変わりますね。オフタイマーはまあ、今意味ないですね。人感センサー。これも、羽が回らないので人感センサーわからないですね。動作確認したところ、羽というかファンが回らなかったので、棒で無理やり回してみます。すごい抵抗感ありますね。これだけ抵抗感あるということはおそらく故障しているのはモーターですね。か、その周辺。断線はないと思います。断線していれば、ファンは簡単に回りますからね。故障箇所が分かったので、モーター部分をターゲットに分解していきます。分解していくんですが、もともとこのサーキュレーター、分解しやすいようにできてるらしいです。自分で掃除しやすいようにですね。このカバーは簡単に外れるみたいです。そして、その分解方法を見たところ、ネジはこの部分にあるみたいですね。これを外すと簡単にこのカバーが取れるみたいです。外していきます。カブにあるこのネジを外します。次にカブにある印の位置までカバーを回すみたいですね。そうすると、取れますね。結構ホコリありますね。次は逆ネジになっているこのセンターのネジを回します。とんでもない力でしまってますね、これ。で、羽を引き抜けば外れるはずなんですが、羽が引き抜けないですね。ものすごい力で締まってると思えば、羽もものすごいはまり込んでますね。無理やり引き抜きます。軸は回らないですね。モーター周辺のネジは1、2、3本ですね。これ外します。
ガタガタしてますね。これはなんか分解歴があるのかもしれない。ネジが緩んでますね。ネジゆるゆるですね。うわ。中のホコリがすごいことになってます。これがモーターですね。モーター。モーターのネジすでに緩んでますね、これ。これはダメなんじゃないですかね。モーターがガッタガタですね。ということで、モーターを外していきます。緩いですね。こんなネジで固定されてます。でもモーター出てきちゃうんじゃないですかね。出ますね。モーターがとんでもないことになってますね。ネジ受けがもう割れちゃってますね。奥にコンデンサーがあるのでコンデンサーも外します。モーターの裏側こんな感じになってます。割れたというより溶けてるかもしれないですね。なんかそんな予感がします。変色もしちゃってますしね。モーターを外すために本体を分解していきます。おそらく下のコネクターがあると思うんですけど、その辺をどうにかできればいいんですけどね。本体下部のネジを4箇所ありますね。4箇所外せば下がパカッと取れるかもしれないので外します。なんかこんな感じになってますね。モーターはこの黒いやつですね。一応この辺コネクタになってそうなので電源コード外してしまいます。コネクターというか平木星が抜けないので基板自体外してしまいます。ネジは1、2、3、4箇所ですね。バネがついてますね。このバネ部分がタッチセンサーになってるってことですね。この線がモーターの線ですね。かなりの数ありますね。束ねてあるので切ります。なんだこれ。これでモーターが引き出せるようになったはずなので引き出してみます。出ますね。これだけ出れば十分ですね。ホコリだらけなので少し清掃します。こんなになってます。温度ヒューズが入ってますね。温度ヒューズが切れてるっていう可能性もありますね。グリスとホコリのコンボって感じですね。モーターの名盤っていうんですかね。拡大したものですね。シングルフェースキャパシタランニングモーターって書いてありますね。型番が YL-14-2 ってやつですね。ボルテージ 100V、50-60Hz の 35W ですね。で、ハイセンズになります。コンデンサーがあって、この部分に温度ヒューズがありますね。あとは巻き線位置ですね。巻き線位置で弱強ターボとか書いてるんだと思います。このモーターネジがあって分解できそうなので分解してみます。
軸が抜けないですね。抜けなくとしても、どちらかには抜けるようになってると思うんですけど。軸が固着しているって感じですね。抜けましたね。おそらくこの部分のグリス切れじゃないですかね。この軸の部分にフェルトが入ってるんですよね。そこの部分に油が染み込ませてあって、じわじわ染み出てきて潤滑してるって感じだと思います。そのオイルが切れてしまったんじゃないですかね。そしてこの辺が焼き付いて固着してるって感じだと思います。こちら側も抜けないですね。抜いてしまいます。抜いてしまいますと言っても抜けないんですけどね。フェルトがボロボロになってますね。というこの部分は取りたいんですけど。抜けました。本来はこれ抜けちゃいけないんですよね。これがここに入ってる感じですね。入るとこうなります。この部分にフェルトが入っています。フェルトが入ってるんですが、本来は油で満たされているフェルトなんですが、今現在乾いてバラバラになってますね。そしてこの軸がはまってボールの中を回るって感じなんですが、今硬いですね。なので軸受けの部分を清掃します。はめてみます。スルスルですね。こうならないと回らないですね。反対側も清掃します。とてもスルスルになりました。こちらの軸もスルスルになっているはずなので、ゆるく回るようになりました。これでモーターはゆるく回るはずです。もう少しオイルを塗ればまだゆるくなります。出てしまったフェルトを無理やり詰めておきます。一応綿棒もフェルトといえばフェルトなので、吸収体としては使えると思うので、これを詰めておきます。ちなみに真似されて壊れても責任は負えないですよ。詰め終わりました。若干白く見えてるのはそれですね。ということで、この中にオイルを染め込ませておきます。あまり硬いオイルも良くないので、そうですね。エアツールオイルなんてどうでしょう。割とシャバシャバのオイルですけど、いけるんじゃないですかね。これを染み込ませておきます。
大量に入れて染み込むのを待っておきます。これは後回しですね。問題は、このボールをここにはめるのが一番の難問ですね。本来はかしめる前に入れるものなんですよね。入りますかね。どうしてもこのかしめを外さないと入らないので、かしめを外します。アルミなので、そこまできつくは止まってないと思います。ある程度爪を削れたので起こしてみます。でも簡単に取れますね。そしてこれを外すと、このフェルト部分にオイルが染み込ましてある感じですね。足しておきます。で、中央にこの玉が乗ります。これ本来抜けちゃいけなかったんですよね。そしてこのストッパーで押さえる。で、さらにこのリングで押さえ込むって感じですね。これで均等に力をかけておいてかしめないといけないんですが、今万力がないので外でやります。外は映せないんですけどね。次にモーターが無事かどうか確認します。これ変色してかなり焼けたっぽいですね。焼けてはいるんですが、コイルが切れていなければ大丈夫です。血栓図から見ると、ヒューズはブルーとレッドですね。に主につながっています。こちらもつながってるんですが、1番はブルーとレッドですね。が通電しているかどうか確認します。では、温度ヒューズを確認してみます。ブルーとレッド。切れてますよね。他は当然のごとく切れてますね。ということで、モーターの温度ヒューズを変えないとダメですね。この部分に止まっているタイラップを切ります。ボロボロですね。温度ヒューズここにありました。これが温度ヒューズですね。おそらくこれが温度ヒューズになります。これがヒューズの型番ですね。130度で2アンペア 350V ですね。メーカーは AUPO というものですね。これを探します。棒ヒューズでもいいと思いますが、あればこれがいいですね。探してみます。同じようなヒューズが Amazon にあったので注文します。これほど性能は良くなさそうですけどね。この分はこれ以上いじりたくないので止めておきます。ヒューズが届いたので続きをやっていきます。で、待ってる間にこちらもかしめ直しておきました。一応かしめてる動画があるので動画挟んでおきます。
雑ですがこんな感じでカシメ終わりました。細い貫通ドライバーしかないので、傷は微妙ですね。結構雑なんですけどね。でこちらのヒューズ、もともと130度品がついてましたが、115度まで下げてあります。130度でも結構焦げてますしね。115度ぐらいでも大丈夫だと思います。というか、それぐらいで切れた方がありがたいですね。ヒューズこんな感じですね。リード線剥き出しなので、収縮チューブをかぶして絶縁しようと思います。で、やっていきます。その前に、ヒューズを外した時に、コイルが断線していないかだけ確認します。切れていたヒューズを取り外します。余裕を見てギリギリで切ってしまいます。黄色、グレイ、ブラウンがコイルですね。138.1 オーム。158.3 オーム。174.2 オーム。コイルの断線はないですね。取り付けの位置的には元の位置なので、ここですね。こんな感じで入れておこうと思います。リード線はちょっと長すぎるので切って調整します。ある程度の長さに切った足に収縮チューブをかけておきます。そしたら熱風を当てて収縮させるんですが、あまり当てすぎると切れてしまうと思います。こんなもんですね。根元はやめておきます。抜けやすいのでレジンで固めておきます。加工したヒューズを取り付けていきます。で、接続ですが、接続を圧着にします。Y 端子の根元の細いところを使います。あんま細いのってないんですよね。で、その上に収縮チューブですね。ハンダでもいいと思うんですが、ハンダだと溶けない温度ではありますが、溶ける可能性もありますよね。ということで、圧着にします。ちなみに本当の圧着ペンチは使ってないです。サイズが合うのがないんですよね、本当の圧着ペンチ。まあ、柳井配線ではないので大丈夫だと思います。自己責任でお願いします。フューズの取り付けができたので収めていきます。
温度フューズの取り付け終わりました。終わりましたが、コンデンサーの確認を忘れましたね。これは大丈夫だということにしておきます。大丈夫であってほしいですね。で、組み立ての前に、シャフト部分が若干錆びているので、磨いておきます。磨くのはピカールで磨きます。ではモーター組み立てていきます。で、モーター組み立てていくんですが、印が消えてしまったので、勘で組み立てます。多分大丈夫だと思います。染み込ませた油が若干足りなくなっているので、さらに染み込ましてから組み立てます。おそらくこんな感じでしょう。一応反対側の軸にも油を足しておきます。これでモーター完成ですね。これで動いてくれるといいんですけどね。では元に戻していきます。でモーター取り付け用の穴ですが、割れてますが取り付けできそうなので、このまま取り付けます。それでもガラス用だったら修正します。素材的にその方がいいと思うので、そのまま使います。しっかり固定できますね。ぐらつきもないです。次にモーターのカバーを取り付けます。モーターのカバーもしっかり噛み合うわけではないんですね。グラグラでネジ止めで無理やり浮いてるって感じですね。モーター部分は組み立てが終わったので、モーターが回るかこの状態で確認してみます。電源側はこんなんですけど。モーターのコネクタをつなぎます。電源入れて試してみます。電源ボタンこれですね。回りますね。今、弱なので中。強。確かターボがあったと思うので、ターボ。音は一応変わってますね。モーター直りましたね。では、しっかり組み立てていきます。ファンブレードっていうんですかね。を取り付けます。で、
抜くときすごい硬かったので、シリコングリスを塗っておきます。どっちにしろガチガチで作られてますね。最初よりはだいぶ緩いですね。モーターを取り外すために分解した電源部分を元に戻していきます。正面の皮ですね。これを取り付けます。こんな感じで取り付くはずです。はまりますね。で、締めて、ネジを1本株に取り付ければ終わりですね。若干舐め気味ですね。組み立て終わったので最終の動作確認をします。一応リモコンでやりますね。電源入れます。回りますね。風量切り替え。風の音で分かったと思いますが大丈夫ですね。そしていっぱい動きそうなマークとこんな感じで回ります。これに首振りも合わせるといろんな向きに動きますね。まあ、周りがとんでもないことになりますけど。そして人感センサー。人感センサーといっても、今、目の前にいるのでダメかもしれないですが、一応試してみます。人感センサーです。これどうなんでしょう？どういう風に動かせばいいんですかね。回しといて、人の動きがなくなってどれぐらいってあるんですかね。目の前にいるとやっぱりダメなので、しっかり動いたかどうかは画面に載せておきます。そしてタイマー。大丈夫ですね。大丈夫だと思いますが、一応本体のボタンも確認しておきます。本体の電源ですね。で、風量切り替え。首振り。すごく動きそうなマーク。で、タイマー。大丈夫ですね。で、人感センサー。大丈夫ですね。これでファンが守るようになって動作確認もできたので完了ですね。ということで今回は3アップのサーキュレーターを修理しました。このチャンネルでは今回のジャンク品修理や出会いをしています。内容がいいと思ったらグッドボタン、また見たいと思ったらチャンネル登録をします。それではまた。